ガメラチャンネル。こんにちは、四国メタンです。今日はこんな姿と声をしていますが、本当の私は還暦前のおじさんです。こんにちは、ずんだもんです。最近、私たち同年代の中ではバイクブームのようで、リターンされる方々も多くなっているようです。そうらしいな。女の子でもバイクに興味がある人も増えているみたいだし、リターンでもなくてもバイクに初挑戦する同年代の方や小柄な女性でもバイクに興味がある方がいるようですので、参考になればと思い動画を作成することにしました。そうか、僕みたいにバイクに興味がある小柄な人向けの動画だな。あくまでも私のバイク人生で経験してきたことをもとに考えたもので、全ての人に当てはまるわけではありませんので、あくまでも参考程度に見ていただけたら幸いです。そうだな、見た人は最後は自分で判断してほしいということだな。そうですね。まずは私の体型から。身長は160センチ。他人から見ても間違いなしに短足のちび親父です。なおかつデブです。普段は運動もしないだらしない体型です。恥ずかしいから姿も声も出せないのだな。その通りです。しかし若い頃はもっとシュッとしてたんですよ。でも短足でした。当時の若者男子は結構な確率で中型二輪免許を取得しておりました。私も高校を卒業する前には中型二輪免許を取得していろいろバイクに乗らせてもらいました。でも当時のバイクはほとんど私の体型でも普通に足がつく車種が多かったです。時代なのですね。昔のバイクは今のバイクに比べてシート高は低かったんだ。そんな私がバイクにリターンして2年、ジクサー150でリターンして MT25 に乗りました。そんな私が大型二輪免許を取得したのが2021年の12月。大型に関してはまだまだ初心者の域です。小さなバイクでリターンしたんだな。でもだんだん排気量が大きくなったんだ。そして今日の本題。リターンライダーに限らず小柄な人でも大型バイクに乗れるのか。でも小柄って言っても限度があるでしょう。はい、それでも先に結論から言うと、一人でサイドスタンドを立てた状態でまたがりバイクを引き起こして自分の足でサイドスタンドを払い静止状態を安定して維持できるなら乗れます。そんなことで大型バイクに乗れるって言って大丈夫なのか？はい、これは単に小柄な人でも大型バイクを運転することは可能だというだけで、余裕を持って安全にバイクを楽しむことができるかどうかと話は別です。やっぱりね、バイクって危ない乗り物だもんね。それぞれ人にはいろいろな考え方や条件などがあると思いますが、私が考える小柄な人でも安全に大型バイクに乗れる人には条件があって。条件って何？第一にバイクに乗ること自体が心底楽しいと感じている人。バイクに乗ったことがない僕でもバイクって楽しそうだなって思うぞ。そうじゃなくて実際にバイクに乗って楽しいと感じてる人ですよ。それなら免許を取ってレンタルバイクで乗ってみたらいいのか？いやいや、一日レンタルバイクで楽しかったっていうレベルではダメですよ。へえ、そしたらどんなレベルで楽しいと思うことなのですか？バイクって実は大変なことや辛いことがたくさんあるでしょう。確かに冬は寒いし夏は暑いし屋根がないから雨が降ったらびちょびちょになるしね。そうそう、自分でバイクを所有して寒い冬の日も暑い夏の日も雨の日でもどんな状況でもバイクに乗ることを楽しめる人。実際に自分でバイクを買って乗っている人っていうことですね。でもバイクは 50cc スクーターでも構いませんよ。本当に原付スクーターでもいいのか？それなら僕でもすぐに免許を取って乗れそうだ。 50cc スクーターでもいいのですが、普段の移動手段だけで乗っているだけではダメですよ。どういうことだ？ツーリングに行ったりして
バイクを運転すること自体が楽しいと感じている人ですよ。でもよくわからないな。要するに憧れや第一印象、少しの経験だけでバイクは楽しいものだと簡単に考えているのではなく、バイクの辛い部分や危険な部分も理解し、それも込みでバイクに乗ることが楽しいと感じている方です。そしたらそんなにバイクが好きなら大型バイクに乗れるのか？そうですね。体格に関わらず大型バイクを操るにはそれなりの努力が必要だと思います。確かに。大好きなバイクを乗るためなら、その努力や経験することに負担を感じにくいと思うからです。なるほど。特に小柄な人が大型バイクを購入すると、普通の人より努力も必要だし、気も余計に使わないといけないでしょう。そうだよね。その大きな負担や努力もバイクを乗りながら楽しめる人なら、安全に大型バイクを乗れるようになるでしょう。そうか、そういうことね。でも小柄な人は他の人より努力が必要だということだよね。そうですよね。特に止まっている時や低速の時、取り回しの時はこけることもあるでしょう。それは心配だし嫌だぞ。でもそんな時は擦り傷程度で大事故でもないし、大した修理費用にもならない。確かに。でも立ちこけしたら気持ちもへこみそうだぞ。でも簡単に折れないバイク好きの心があれば、それは克服できるはず。逆にどんなに体格に恵まれていても、やっぱり大型バイクを初めて扱う時は多少の負担や努力も必要ですよね。車体も重いしエンジンパワーもあるしね。大型バイクを甘く考えていると簡単に立ちこけもするでしょう。でも大柄な人でも慎重に扱えば大丈夫だよね。体格に関係なく、この努力や気遣いができない人ならバイクが嫌いになっちゃうかもね。どうして？重いし小回りは利かないし、簡単にコンビニに行けないもんね。そうか、いいことばかりじゃないんだね。その上、バイクを安全に楽しむためには安全意識も必要ですよね。当然だよね。大型になればより高い安全意識が必要ですし、特に自制心も必要になってくるのは間違いありません。楽しいからって飛ばしすぎると免許が何枚あっても足りないぞ。大型は扱いを間違えば大事故になってしまうパワーもあるしね。その安全面でも大型バイクに乗るための努力や負担、我慢をバイクに乗りながらできる方なら、体格に関係なしに安全に楽しく大型バイクを運転できるようになると思いますよ。そういうことなのか。わかったぞ。念をしておきますが、大型バイクに乗る小柄な人は大柄な人より努力も気遣いも必要ですよ。わかったぞ。そしたら僕もバイクの免許を取りに行こうかな。バイクの免許を取りに行くの？そしたら次回はそんな話で動画を作成してみましょうか。僕も参考にしてみたいので楽しみにしているぞ。最後までご視聴ありがとうございました。動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。